これから ID チェックを受けます。ここはどこなんでしょうか。じゃんちは、東雲初里です。今回は沖縄の米軍保養所でダイビングに挑戦します。飛行機に乗る成田空港のラーメン屋さんでは、前に紹介した京都の名店マルシン飯店の餃子を食べることができるようです。飲み目的で来てみたいですね。LCC の航空機で沖縄に向かいます。皆さん、LCC の楽しみって言ったら高度1万メートルでカップヌードルを食べることですよね。ワッフル。いやー、ジェットスターは焼き菓子系 LCC なんですね。勉強になりました。気を取り直して高度1万メートルでビールを飲みます。つまみは欲しいやつがなかったので持参しました。沖縄に着いたんですけど、天気が良くていまいち映えませんね。晴れた日のビーチはこんな感じでした。最高。バスに乗って海へ向かいます。ここは沖縄の奥間にある米軍の保養所です。本当は米軍関係者しか入れないんですけど、今日は奥間ビーチフェスということで2日間だけフェスがやってて、中で遊ぶことができます。動画も撮っていいみたいです。ラッキー。陽キャの雰囲気がすごい。めっちゃ楽しそうです。バーベキューの設備が充実してますね。さすが米軍。ビーチバレーをするところがあったり、カートに乗ることもできます。米軍の待遇良すぎません？羨ましいですね。中は広いのでトラックで送ってもらえます。強そうなワンちゃんもいますね。お祭りもようやっとる。そして米軍のプライベートビーチ。海めっちゃ綺麗です。見てください。本格的なバーベキューの屋台ですよ。ハエがたかってますけど、ここは南国なので細かいことは気にしてはいけません。めちゃくちゃ美味しかったです。本格的なアメリカンバーベキューもいつかやってみたいですよね。見てください、このコントラストの高い風景。これぞ南国って感じですよね。奥間の米軍保養所は1977年に半分くらいが民間に返還されたので、半分は普通のリゾートホテルになってます。リゾートは今まで縁なかったんですけど、大人になったんでね、初チャレンジです。お部屋はリゾートホテル感ありますね。歴史がある分、作りは古い感じはありますね。海に行ってみましょう。海、最高ですね。めっちゃ普通に魚も泳いでます。沖縄に来たら見えることはなさそうですね。多分スズキ系のコトヒキって魚で美味しいみたいです。お昼はハンバーガーにしました。いただきます。見てください。鳥がトカゲをくわえて執拗にアピールしてます。この鳥は次の日も同じ場所で虫かなんかをくわえてました。きっと異性にアピールするための求愛求児なんでしょうね。ご飯を食べたんですけど、これから人生初のダイビングです。ダイビングって優雅に見えるじゃないですか。でも装備がめっちゃ重くて、体がスーツで締め付けられるんで、ちょっと過酷説ありますよね。橋まで来て思ったのは、普段は船酔いとかしないんですけど、体が締め付けられてるので酔いやすくなってるかも。見てください。砂浜と比べて透明度段違いですね。釣ってる男性の方はインストラクターさんです。やっぱ全然違いますね。魚めっちゃくっきり見える。砂浜で魚いてもやっぱダイビングする価値ありますね。こんな近くでくっきり見えるのすごい。解像感やばい。でもなんかちょっと気持ち悪くなってきた。上に上がりたい。ハンドサインを出します。キ
急浮上すると肺が破裂するんで、ゆっくりゆっくり上がるんですけど、もう無理。いやー、過酷でしたね、ダイビング。またするんやったら、酔い止めを持っていこうかなと思います。思えばここに来るまでのバスも昭和を感じる古いバスで、しかも窓ガラスが水垢まみれで屈折がすごくって景色を見てたら酔ったのを思い出しました。この辺りにはドラッグストアがないのとタクシーが走ってないので、必要になりそうな薬は買ってくるのがおすすめです。インストラクターさん、初りのゲロを浴びても嫌な顔一つしてなくって慣れてるって言ってましたけど、ほんと申し訳なかったですね。夜元気になったので、夜の森を探検するツアーにも行きました。出てくるのは基本的に虫で、10センチのナメクジとかを見ました。ヤンバルクイナとかはウルトラレアなんですけど、途中でヤンバルクイナの合唱に出くわしたりもしました。あ、泣いた泣いた。これが近くで泣いてる子。これヤンバルクイナですか。可愛い系だとイモリですかね。背中の斑点が模様じゃなくって地衣類らしいです。あとはリゾートを満喫して帰りました。帰りの飛行機はピーチ。高度1万メートルでカップヌードルを食べて帰りました。高度1万メートルってお湯って70度ぐらいになっちゃうんじゃないのって思うじゃないですか。ところがカップヌードルは普通にめちゃくちゃ美味しいんですよ。それはなぜか。飛行機の中で高山病ってならないですよね。人間が快適に過ごせるように加圧されてるので、普通にお湯は沸くし、普通に熱湯で美味しく作れるというわけでした。そりゃそっか。おしまい。今回はいかがだったでしょうか。面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。